おお来た説明してたら来ましたね。おお来た来た来た大きい方でフォルテン TG。 わあ来た来た。ミノ作戦成功ですね。この歯型を見ながら夜飲むビールが美味しいんです。はい、今日はですね東京湾のサワラゲーム、サワラキャスティングゲームに来ました。季節は9月の中旬で、超過的にはポツポツサワラが見えてる感じです。新しいブローイン 110S とかで釣れればいいなと思ってます。ただね、反応が低いとどうしても、ちょっと下の釣りになるんで、メタルシャルダスとか、フォルテン TG のブレード10とかですねで狙ってみたいと思います。で今日はアンリミテッドさんから釣りができるということですごく楽しみにしています。はい、じゃあ小峰青です。よろしくお願いします。早速パチャパチャやってますね。すごいなんかバチャバチャやってる。そう、サワラ釣りとかはね、青物釣りやっぱり曇りがいいですよね。ほらバシャバシャっつって。サワラじゃないかな。でもサワラもね多分いると思うんで、基本はなんかバシャバシャって跳ねたらそれのちょっと奥に投げてあげて誘ってくるっていうのが基本ですね。でジャーキングにもいろいろあって、例えばすごい上でイワシをね食べてたり、もう明らかにね跳ねてて魚が上の方にいるなって時はちょっと竿を立ててこうね、ほんと水面直下の方、こんな感じですね。この水面直下、ほんと飛び出さないギリギリでこうジャーキングしてくるのもいいですね。逆に魚がちょっと深そうだなとか、船長がベイト反応あるって言ってるけどなかなか跳ねたりしてないなって時はちょっと竿を下に向けて少し潜らせてあげるイメージもありですね。でジャーキングはそんなに力まなくても大丈夫です。特にブローイン 110S は結構水上がいいんで力抜いて誘うぐらいがちょうどいいと思います。あとはねジャーキングのこのスピードだったり、ゆっくりが良かったりちょっとねこう早めが良かったりとかはその日によるんでいろいろ試してみてください。よくジャーキングでなかなか釣れない人の特徴っていうのは、投げた後に投げてジャーキングする時にちょっとこうなんだろうな、巻きすぎちゃう人はルアーが綺麗にこうダートしないんであんまりね良くないですね。こうジャークしたらその後にちょっとこうたるみを作ってあげる感じにしてあげるとルアーがしっかりこうダートするんでいいアクションが出ます。僕が使ってるのはブローイン 110S です。ミノーで釣りたいから最近はベイトがね小さいんですよね。ベイトっていうのは餌ですね打ったけど来た来た。アジすいません、ありがとうございます。初めてブローインでアジ釣ったすいません、嬉しい初めてブローインでミノーで釣りました。ワカシかなって思ったら嬉しいな。竿がブルブルから新しくこの秋かな発売されるエンニハル 77M ですね。一応こういうジャーキング、サワラ釣りにおいてのジャーキングとかに特化したモデルなんですけど、もちろんこうブレード系もできるし、あとはねサワラ、これサワラの動画でなんですけど、サワラ以外ですよね、マゴチ釣りとかシーバス釣りとか、そういうなんかちょっと強めのスピニングロッドなんで汎用性が本当あるんで、こういうチャーター船とかガイド船で一日のうちに例えば朝はサワラやって、その後にシーバスやってとか、その後にマゴチやってとか、いろんな釣りをねする時があるんですけど、そういう時なんかもこの1本あればいろいろ対応できるんでおすすめですね。リエがまず4000番、これ4000の XG ですね。
ただやっぱおすすめはね、ボディがちょっと金属なもの。これ今ステラですけど、あとはなんだろうな、セルテートとか、ツインパワーとかね、ちょっとそのぐらいちょっと強めのリールの方がやっぱサワラね、引きも強烈だし、かかった後にゴリゴリ巻きたいんで、ちょっと強めのリールの方がおすすめですね。PE の 1.2 号ですね。1.2 号。これ 200m 巻いてます。なんかね 150m 巻きとかもあるんですけど、やっぱ海の釣り、特にね沈める釣りなんかは結構糸が出るんで、なんかトラブルがあった時に糸巻き量がちょっと少ないともう釣りができなくなっちゃうんで、200m ぐらい巻いてれば、1回2回ちょっとトラブルあっても釣りになるんでおすすめですね。そんなにすごい太いリーダーはつけなくて大丈夫です。やっぱりルアーのアクション悪くなっちゃうし、正直ね、例えば100ポンドとかでもサワラの歯当たっちゃうと切れちゃうんで、そしたらねやっぱ操作性いい方がいいなっていうことで、ナイロンを使う理由はやっぱフロロだと硬いんで、どうしてもねガイド抜き悪かったり、傷が入った時にナイロンの方が耐えてくれるんで、ナイロンリーダーをね使うことが多いです。はい、じゃあポイントちょっと移動してきました。なんかボトムべったりの反応みたいなんで、ちょっとフォルテン TG40g でに、ブレードチューンです。これシングルフックのこれブレードつけてます。これ針のサイズはね20番ですね。早巻きができるんで、ちょっとスピードで食わせたいなっていう感じです。で今はね船がこう流れていく方向に投げてるんですけど、どっちに投げようかなってよく思う人、考える人いるんですけど、基本は船長が指示出してくれます。で慣れてない人はやっぱ払い出し側投げてもらって巻いてった方がいざね当たった時に魚との距離が船がねその合わせを手伝ってくれるんで、引っ張ってくれるんで、結構ねバレづらかったりもします。ただねちょっと船がどんどん離れていくから巻きは重いですね。でね、よく着底が分かんなくなっちゃう人が結構いるんですけど、そういう人はちょっとね糸をこう出しすぎないで、こうちょっと糸触りながらね落としてってあげると海底ね着底が分かりやすいです。今止まったんで、よくねこう出してもうこうやってもう何もしないでこう海底ね着底を待つ人がいるんですけど、これだとねいつもう糸がいっぱい出ちゃって海底についたかどうか分かりづらくなっちゃうんで、軽くね糸を押さえながら着底させてあげてください。ね、ブレードの釣りは基本早巻きで大丈夫です。フォルテン TG に限らずね。そうね、これからサワラ釣り始めたい方、よく質問あるんですけど、最初ね道具とか悩む人いるんですけど、もしも専用竿とか持ってなければ汎用できるのは強めのやっぱボートシーバスロットですね。ちょっと8フィートだと船によってはねこういう和船とかガイド船だと長い竿禁止っていうところもあるんで、ちょっとその辺はね船長に聞いてみてください。でリールは今これちょっともう一個の竿でこれ C3000 の XG なんですけど、この辺でも大丈夫ですね。お、来た。おお来たサワラ説明してたら来ましたねすごい遠いでね、とにかく巻いてください。最初はよく竿を煽る人いるんですけど、とにかくもう巻くことですね。来たただ慌てないでゆっくり。よいしょすいません。はい、ありがとうございます。でルアーはフォルテン TG の 40g ですね。やっぱボトムから巻き上げて割とすぐに食いました。いやー楽しいですね。でねこれ釣れた後は
まあ、すぐねやりたい気持ちもあるんですけど、この辺ねやっぱ糸のこの辺刃に当たっちゃう部分はね必ず見てください。で何もなくてもどうしてもここの結び目がちょっと見づらいんですけどね、結び目がね傷入ってる場合がね結構あるんで、こういう時はもうねめんどくさがらずに結び替えてください。結構ね釣れて興奮してそのままねやってブチみたいな結構ありますからね、しっかり結び替えることが大事です。あとはね針もしっかり見てください。まあね全然大丈夫ですけど。でね結構この釣り今反応は下で、今食ったのもね下なんですけど、水面までしっかり巻いてみてください。結構ね追っかけてきて水面船べりでバクって食う時もね結構あるんで、最後まで巻き切ってください。途中で巻いて落とし直すといいんですかって、落とし直した方がいいんですかっていう人もいるんですけど、そうすると一投で2回ね着手できるんで、どっちがいいですかっていう方よくいるんですけど、僕は基本的にはもう上まで巻き切っちゃってます。で食った時にやっぱバチンって合わせちゃうとすっぽ抜けちゃったりね、さっきもそうだったんですけどすっぽ抜けちゃったりする時あるんで、さっきもそうだったんですけど、当たったらねそのままもうずっと巻いちゃう感じで大丈夫です。初めてチャレンジしている方だったり初心者の方はもうドラッグ設定はね船長に任せて、あとはもうとにかく巻くことですね。もう巻き続けてれば糸は絶対緩まないんで。サワラ、あとサワラの美味しい食べ方は個人的にはやっぱ炙りですね。炙りが好きです。炙りとか、塩焼きとか、あとはもう有名なのは西京焼きですね。味噌漬けとかね。もう巻くだけです。で巻いててしんどくなってきたら、手がしんどくなってきたら、もう基本はもうスピニングリールってこういう持ち方なんですけど、しんどくなってきたらこう薬指と小指の間で持ったりとか、あとはもうこうやって持っちゃってもいいです。もうこういう持ち方でも大丈夫です。先の方を持つとね結構楽に持てるんで美味しいですよね、サワラ。これもね東京湾でいろんな魚釣るんですけど、この秋のサワラはトップ3に入りますね。どれが一番か選べないけど、やっぱ美味しいと思うのはアジ、東京湾で美味しいのはアジ、あとはサワラ、あとはねタコが美味しいですね。タコは魚じゃないか。秋はねもうサワラをずっと冷蔵庫に入れときたい。あとはこのブレードこの巻く時の竿の角度なんですけど、こうね一直線に巻いちゃうとどうしてもやっぱ糸が突っ張っちゃって、いざ当たった時とかに重さが一気に乗っちゃうんです。糸が切れちゃったり、あと弾いちゃったりするんで、ちょっとね気持ち45度ぐらいですかね、ちょっとティップ入るぐらいにしとくと結構当たりは取りやすいです。あとはねサングラス、偏光グラスですね。これはもう絶対あった方がいいです。でこういう今日みたいに曇りの日っていうのはかけない人多いんですけど、これ曇りの日、雨の日用とかね、ちょっと薄いやつなんですけど、色が薄めでね、他の人がルアー飛んできちゃったりとか、あとさっきサワラねバレちゃってルアー飛んできちゃったりとかあるんで、針はね必ずバーブレスにしてください。船宿さんで多分注意事項のところに書いてあると思うんですけど、必ず針の返しですね、ピンチでパチッと潰せばすぐ潰れるんで、これね返し潰してバーブレスにしてください。このサワラ釣りっていうのはタイミングがすごい大事なんで、諦めないことが大事ですね。どの色がいいっていうのはちょっとね断言はできないんですけど、人気なのはやっぱグリーンゴールドとか、あとは赤金とかイワシカラーとかは結構人気ですね。もうそういうねカラーも大事だけども、一番大事なのはもうメンタルです。気持ち
揺れが今日みたいにちょっと揺れるなって時はこういうレールですよね。こういうレールに思いっきり体重かけるとそれはそれで危ないんですけど、軽くちょっと4日かかるぐらいで力預けてあげると結構楽ですね。よいしょ。お、来た来た来た巻く巻く来ましたね。サワラっぽいです。やばい、またすげえとこに行った。で余裕があればちょっとね手前で糸出るようにしても大丈夫です。おー、楽しいこれがあれですね、噂に聞いた。じゃあ大きい方で、すいません、大きい方でね、慌てて入れようとしなくていいですからね。バレするから。これぐらい網入れる僕らも怖いですね。そうですね。暴れ回っててもね。よいしょ。ありがとうございます。よいしょ。暴れないでよ。フォルテン TG ブレードチューンですね。同じです。かっこいいですね。ちょっとね船の向き変わったんですけど、また払い出し側ですね。船が流れる方とは反対ですねに投げていきます。今ね釣れたやつは結構上の方で食いましたね。ある程度浮いてきて食った感じです。ただ上で食ったからって多分やっぱりミノっていう感じではないですね。どっちかというと下からついてきてるような食い方なんで、ちょっとミノとかで上の釣りもしたかったけども、反応が低い時はもうどうしようもないですね。そこでね意地張ってミノとか投げてても多分あんまりいい結果にはならないと思うんで、ちょっと適材適所っていう感じで結構揺れるなあんま踏ん張っちゃうとね逆に転んじゃうから、こう揺れてる時は脱力して力抜いて、ちょっとね4日かかるぐらい、こうやってグッて踏ん張っちゃうとね体重が力が逃げないんで結構転んじゃうから、あんまり踏ん張んないっていうね。水深20メーターですからね、結構やっぱ深いですよね。普段オフショアの釣りをする人からしたら20メーターはそんなにめちゃめちゃ深いわけじゃないですけどね、普段多分シーバスとかおかっぱいでシーバスやる方とかは結構深く感じちゃう。やっぱこういう深い釣りするときは今日ね 1.2 号、お来た、来た 1.2 号なんですけど、これぐらい細い方がね使いやすいですよね。ナイフないから 1.5 号とかでいいと思うけど、うわ楽しい。とにかく巻く、とにかく巻く。で走ってる時はちょっとね我慢して、で走り終わったらすぐ巻く。慌てない慌てない慌てない。よし、はい、やだす。なんかちょっとでかい。サイズアップ3本目。今日一じゃないですかね。でかいですね。もうまさにって感じですよね。一緒で、こういうちっちゃい餌も結構多いんですよね。こういうちっちゃい餌はやっぱブレードの力で、どっちかというとこうですよね。こういう感じで、これはブレードに近い感じ。こっちの餌は、このフォルテンに近い感じ。やっぱねフォルテン TG のブレードチューンはどっちも餌が多少大きくても何にでもマッチするんで、やっぱね使いやすいですよね。好きなことやろう。
ブローインの 110S ですね。反応は低いって店長言ってたんですけど、ちょっと僕フォルテン TG はお腹いっぱいになってきたし、自分の好きな釣りってことでちょっとジャーキングやってみます。よいしょ。いや、風があるとね、ミノーが飛んで気持ちいいんですよね。でね、ミノーはね、必ず風に乗せて投げるように、込みですね。込み側でやるようにしてくださいね。追い風でやってください。ちょっと魚低そうだから下弱でやってみますね。少しでも潜らせて。本当はこのミノーの釣りが大好きでなんとかこれで釣りたいんだけど、ミノーでやりたいんだけど悩んでるって人は、まあイメージ的に今20メーター、水深20メーターですけど、ベイトハンドがね10メーターぐらいになればなんかミノーでも出るかなっていう感覚は今までやっててあります。いやー、ミノーで釣りたいな。ルアー交換してみます。反応が低いんでちょっとブローイの 140J 沈めてジャーキングしてみようかな。どれがいい、どれが釣れそうですか。これだな、 140J。 S より J の方がお尻からストーンって沈んでくんで、ちょっとね反応低いんで下の方まで沈めてジャーキングですね。はい、でこい。いやー、飛ぶ、超飛ぶですね。あとちょっと沈めます。こうね、ミノを沈めてる時間が暇なんですよねでもね、やる気ある魚がいるとこのミノを沈めてジャーキングするともうほんと一発っていうかもうすぐね食ってくること多いんで、意外とありなんですよね。ただルアーのウェイトを戻しちゃうと沈むのが、今お尻からこう沈むんですけど、あんまり糸張っちゃうとウェイトが戻っちゃって沈むのがゆっくりになっちゃうんで、そんなにルアーが動くほどは巻かないって感じですね。である程度沈んだらジャーキング。おっしゃきたー、ミノージャーキングおー、作戦成功ですね。いっぱい沈めた甲斐がありましたでね、ミノはやっぱ針がね伸びちゃう時あるんで、シングルフックよりはちょっとドラグ緩めでも大丈夫ですね。これも慌てない。何回も言いますけど、とにかく慌てない、慌てない、ゆっくりゆっくり。よいしょ。海だから寄ってきちゃう目があったり、目がありますよね入れづらかったらこの払い出し側にね誘導しちゃってもいいですね。はい、ありがとうございます。いやー、いいっすね。これブローイン 140J ですね。 J をちょっと沈めて、イメージ的にね10メーターぐらいまで沈めてからのジャーキングですね。そしたらズドンときました。いや、これやりたかったからめちゃめちゃ嬉しいです。最高です。はい、いやー、よかったですね。ブローイン 140J ちょっと沈めてからのジャーキングでしたね。いやー、見るのたまんないですね。いや、歯型で避けるチーズみたいなやつですねだから危ない。でね、ナイロンのリーダーはこうなった時に強いですよね。プロのリーダーだと傷入っちゃってからは結構弱いんで、ナイロンってこんな傷入ってからも耐えるのがこのナイロンラインなんで、ほんと、タックルセッティングが合ってるなって感じですね。
必ず切って結び替えてください。お乳の歯型がそれからぬるぬるなんだけど、歯型が、この歯型を見ながら夜飲むビールが美味しいんです。はい、トミ君お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございまナイスフィッシュでした。した。いやー楽しかったです。ありがとうございます。いやすごかったですね。なかなかサワラの動画でパパパンって4本撮れることないから、でね、ルアーもちょっとミロとジークでいい感じで、そうですね。反応もね、そんないい反応なかったんで、状況的にはあんまし良くなかったかなっていう印象だったけど、さすがに絞り出してくれましたよ。本当ですけど。いやーいい反応つけていただいてなんでありがとうございます。ちょっと楽なんで良かったです。こんな感じでね、皆さんもそうですねサワラ釣り、ミノだったりとかブレードだったりとか、地合い見計ったりとか、待ちの時間とかでね、いろいろは使い分けてやってもらえたらなと思いますので、はい、はいこれからですね、東京湾、暑い季節で、これからいい季節になりますのはい、で、ありがとうございました。またお願いします。はい、ありがとうございました。